にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、作って楽しい、ちらし寿司風ケーキを作っていくよ。ちらし寿司のようなケーキですとな。ケーキのようなちらし寿司は見たことありますが。そう、今回は、ちらし寿司みたいなケーキだよ。あんまりなさそうってのと、作ったら楽しそうだから作ってみたよ。スポンジはこれからの季節っぽさで、桜味となっております。そろそろ春ですからね。桜スイーツも美味しいんじゃ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。はじめに桜のジェノワーズを作るよ。ジェノワーズってのはスポンジ生地のことね。卵をほぐして、お砂糖を加えます。グラニュー糖だと粒子が細かくて泡立ちやすい。白砂糖、つまり上白糖でも OK よ。甘みしっかりめで生地がしっとりなります。お好みのお砂糖で作ってみましょう。久々の登場、ケンリックスちゃん。泡立て器で全卵を立てていきます。回してる間に粉を計量しようかな。私で見えない。そうそう、事前に15センチの丸型にクッキングペーパー、オーブンの170度の予熱を忘れずにね。そして次に桜ラテちゃん。桜の味付けに便利ちゃんなのだ。次に赤い色粉を少々入れます。使ってる桜ラテがかなり高温になると色が抜けちゃうので、ちょっと色粉使います。色が抜けてしまった桜甘色が懐かしいですね。美味しかったからまた作りたいね。粉たちはあらかじめ混ぜておこう。これくらいしっかり泡立ったら、低速で1分ほど混ぜて、大きすぎる泡を細かくして、泡を安定させます。もういい感じかな。これくらい泡がしっかりしてる状態。粉たちをふるって加えます。極力泡を潰さないように切り混ぜてく。でもこの生地はホットケーキミックスを使っているからそんなに泡を潰してしまうことに怖がらなくても大丈夫。ダマがなくてツヤが出るくらいがベスト。これでいくわよ。型を召喚。最後の方の色が濃くなった生地は全体になじませる。余分な大きな気泡をポン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 クラッシュ。ではこれで焼いてくよ。焼けた。ふんわりと桜の香りが外れやすいようにポンポン。今日はなんと底が抜ける方でした。粗熱が取れるまで冷まします。スポンジを焼いたり冷ましてる時間で上に散らす具材を用意します。今日は生きの良いのが入ってるよ。じゃあ寒天ゼリー、ちらし寿司のマグロ部分をいちごゼリーで再現します。寒天ゼリーをケーキに好きなもの乗せまくる系のお菓子って作ってて楽しいのよね。いらっしゃい。というわけでマグロをさばいていきます。ツヤツヤじゃ。寒天ゼリーなんて最後食べたのいつ頃かしら。おばあちゃんのお家にあるよね。めちゃくちゃオブラートに包まれてる。そういうものです。めっちゃくっついてくる。だからオブラートに包んでるんだと思いますよ。新鮮なマグロ一丁上がり。というわけで具材を用意しました。もう一具材、メチャラクカスタードです。ボムさん1位おめでとうございます。カスタードをモンブラン絞りで絞って、ちらし寿司の錦糸卵にしようと思います。生クリームとの相性がいいのじゃ。牛乳を加えるだけでカスタードになっちゃう。優れもの。本来は100って書いてあるから、少し固めにしたいから90にしよっと。混ぜ続けると硬くなってくる。さらに冷蔵庫に入れて締めます。ではジェノワーズを2枚におろします。まだマグロを引きずってる。ペリペリ楽しい。表面の焼き目を落とします。鱗をね。もういいですよ。ギザギザの波はパン包丁があればやりやすいよ。普通の包丁でもいけるけどね。ちなみにこのパン包丁は
ダイソーさんで500円でした。500円でこのクオリティはすごい。この焼き目も美味しいのよね。つまんで食べるにはちょうどいいのだパクパク。わしのも残して。では2枚にスライスします。みんなはルーラーとかお箸を縛ったりしたやつで一定の高さで切れる道具を使いましょう。案の定ちょっと斜めになっちゃいました。私も今度買ってきます。使う直前まで重ねてラップして乾燥から防ごう。生クリームから立てればよかったかも。というわけで生クリーム立てます。8% かと。しっかり角が立つほど。では組み立て。プラスチック製の回転台。あるとホールケーキ作りに便利。1枚目を真ん中乗せて、生クリーム平らにして。今回は特にサンドしないからもうちょっと欲しい。2枚目をポン。人に食べてもらうときは手袋とかしよう。軽く押さえて。生クリーム。このジェノワーズかなりしっとりな焼き上がりでシロップいらずなくらいでした。スポンジがふわふわのショートケーキって美味しいよね。てっぺんは結構多めに塗り塗り。横も塗りました。今回のナッペはざっくり適当です。どうせたくさん部材を乗せて見えなくなるのでざっくり平らなら OK です。なんか遊び始めた。ブルブルナッペなのだ。スコットケーキとかだと映えるよね。こんな感じでか次に冷やしたカスタードをモンブラン絞りで適当にブルブル絞ります。卵完了。そしたら具材を好きに盛り付けちゃいます。この時間が楽しいんじゃ。いちごの R はエビをイメージしてます。かぼちゃの種はさやえんどうをイメージ。緑は何か一つ欲しいね。ピスタチオとかでもいいね。あ、マグロの登場。薄く切った時はこれ透けて赤みないかと思ったけど光ってて思いのほかマグロだね。隙間埋めにグラノーラ。横はおべんイメージなのであえて何もつけずに。じゃあ思った以上にちらし寿司っぽくなったね。これで完成。それではいただきます。美味しい。ふわふわの桜スポンジに濃いめのカスタードと生クリームが合わさって王道のショートケーキらしさに桜の味とランダム性のアルチラしてる具材が食べるたびに食感と味に変化があって食べてて楽しくなっちゃうわね。何より色彩豊かで見た目もグッドじゃ。今回の作っても食べても楽しいちらし寿司風ショートケーキいかがだったかしら。ひな祭りは間に合いませんでしたが、子供の日や七夕、祝い事の時に作ってみて盛り上がること間違いなしじゃ。スポンジ生地も桜味じゃなくても普通の味だったり抹茶なんかにしてみても美味しそうだね。ぜひ好きな具材でワイワイ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。